前回スペインの好きなとこあげて、スペインに行きたいとか、住みたいと思う人もいたと思います。今日はその好感度を下げます。いや、故意に下げるわけじゃなくて、下がるかもしれないです。それごめんなさい。ご了承ください。私はまずコミュニケーションを取るのが苦手で、大人数で集まるのが好きじゃないんですよ。だからそういうのが苦手な人はちょっとスペイン苦手かもしれないです。今から話すことは個人的に嫌なとこです。みんながそう思ってるわけじゃありません。まず、電車の中がうるさい。うるさい。電話もするし、声のボリュームも大きい。特に中高生が乗ってきたら、修学旅行のバスの中状態です。地獄です。そして床に座ったり、椅子の上に靴のまま足乗せたり、ありえんね。日本は電車で通話禁止です。会話はしていいけど、できるだけ小さい声で話します。常に相手に迷惑をかけないことが日本のマナーです。あと、音に敏感な人もいます。だから日本に旅行に来て、電車の中で大きい声で喋ったりすると、日本人から変な目で見られると思います。それはあなたが外国人だから嫌な顔をするわけじゃなくて、うるさいからです。語学学校でも英語圏の生徒とか、椅子に足乗せて授業を受けたりしてました。最初衝撃でした。日本は土足文化じゃないから、靴のまま椅子に足乗せたりするのが嫌なんですよ。しかもその靴でトイレとかも行ってますよね。スペインの嫌いなとこ、道が汚い。下見ながら歩かないと犬のあれ踏みます。ちゃんと後片付けする人もいますけど、しない人が結構目立ちます。あとトイレが汚い。これはカルチャーショックの動画でも紹介した通りです。もっと知りたい方は概要欄に貼っておくので見てください。直接的に物を言う。これはいいことでもあるんですけど、あまりにも直接的に言われすぎてマジで落ち込んだことも何回かあります。慣れるのに一番時間がかかった部分です。日本人は遠回りにいつも喋ります。直接的に言いすぎると相手の気持ちを考えてない子供みたいだと思われます。なので初対面の人の本性を知ることは難しいです。あと初対面の人にプライベートのこととかあまり聞き漁るといい印象ではないです。日本人って他の国の人と比べてうつ病の人とかメンタル弱い人が多いんですよね。だから私は言葉選びには気をつけてます。厳しいこと言うときはめっちゃ言葉選びます。そして言い争いはあまりしないです。そしてたまりにたまって急に爆発するので気をつけてくださいね。この爆発はもう消化不可です。もう終わりです。次はないです。日本人の友達とか日本人のパートナーが欲しいと思ってる人は消火器と鎧の所持を徹底した方がいいと思います。危険物取扱者の資格とかも持っておくといいんじゃないですかね。スペインの嫌なとこ、みんな見てくる。私が外国人っていうのもあるかもしれないけど、常に視線を感じます。あと、アジア人に対して態度の悪い店員がいる。これ一回やられました。他の客には普通にレジ対応してたし、店員の中でも楽しそうに話してたのに、私の会計の時マジで態度悪かったです。別に私何もしてないのに。他の日本人も店員の態度が急に変わった経験があると言ってました。ヨーロッパって差別あまりないイメージあったんですけど、アジア人差別してくる人います。これやられてスペインのイメージ一気に落ちました。たった一人のスペイン人のせいで。街中でチナ、ニハオって言われることは誰もが経験する修行です。チナっていうのは中国人の女の子って意味です。中国人って感じです。ノーコメントで。あと役所の手続きが遅い。スペインは来所予約するのにも時間かかるし、たらい回しにされたり、もう待たされます。電話も出てくれなかったりします。これは特に移民局の話です。日本は役所の手続き早いです。でも田舎は病院やら役所やら年寄りが行って日常会話をしてくるんですよ。だからたまに待ちます。一人で住んでて寂しいんでしょうね。私がなんでこれらを嫌と感じるかというと、日本の常識とスペインの常識が違うからです。例えば、スペインは電車の中で喋っていい。けど日本はダメ。国の文化が違うということを頭に入れていくことも重要だと思います。私はスペインの電車の中で喋ってました。だってここ日本じゃないし、スペインではやっていいことだからね。日本では小さい声で喋ります。それがマナーなので。旅行とか行った時は自分の常識も大切だけど、国のことも少し理解して、その国に合わせる必要も少しあるんじゃないかなって思います。ヨーロッパでは麺をすするのも汚いと思われますよね。だから私めっちゃ頑張って音鳴らさないように食べてました。する必要はなかったかもしれないけど、他の人に嫌な思いさせたくなかったので、汚い音かもしれないけど、あれ意味あんのよ。個人的な理由は、麺と空気を一緒に入れることで麺を冷ます。だけどパスタはすすらないよ。パスタすする人いたら日本でもやばいよちょっと。人種差別に関してはどこの国でもあることです。差別がない国はないと思う。
そして人種の違いで自分が嫌な思いしてしまったらもうそれは差別だと思います。日本人も日本に来る外国人に悪気なくやってる差別絶対あります。嫌な気持ちにさせていると思います。どこの国が一番差別が多いとかはありません。差別するのは国じゃなくて人間なので、しかも一部の人間です。私はもちろんスペイン人全員がレイシストだと思ってないです。でもやっぱり嫌な思いをした経験があると不安な気持ちにはなります。あと、有名な釣り目ジェスチャーのように本人が気づいてない差別があります。それは言われないと気づかないです。言ってもなんで悪いのか理解してもらえない場合があります。でも本人が絶対に侮辱的な意味で使ってない場合もあります。でもそれで相手が嫌だって言ってきたら素直に謝った方がいいです。差別的な意味を持ってないっていうのは会話の内容で理解できるので差別主義者なんて思ってないですよ。だけど侮辱的な意味を持つことも知ってほしいです。なんで釣り目ジェスチャーが良くないかというと、そのジェスチャーはアジア人に対して攻撃的な意味を持ちます。身体的な変えられない部分について触れられるのは嫌です。韓国では就職するために整形が必要と聞いたこともあります。日本でも二重整形、目頭切開、目を大きくする整形をする人が多いです。アジアでは目や鼻に対してコンプレックスを持ってる人が多いんですよ。そのくらいで差別言うなって思うかもしれないんですけど、傷つく人がいる限り、これ放置していい問題じゃないですよ。実際パンデミックの時に、ヨーロッパでもアジア系の人が暴力を受けたり、いじめられた事件もありました。一部過激的な人がいることも忘れないことが大事だと思う。どこの国の人も。今日は私のスペインの嫌なとこから少しセンシティブな内容まで触れました。嫌って言ってるけど、今何とも思ってないからね。そういうものって受け入れてるし、それが違いだから。いつかそれが私の普通になるかもしれないしね。あと、全員が快適と思える場所はもう自分のベッドの上ぐらいじゃない。今度、日本での人種差別、日本とスペインの偏見についての動画も上げる予定です。何か感想とか、日本に旅行したことがある人で、日本のここが嫌だとか、ここが良かったとか、いう意見がありましたらコメントで教えてください。あれー。